じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あー、うまい。今日じゃあ一日忙しかったんだね。でもなんか飯食った後放心状態になりましたね。僕さ、普段さ、飲んでるっつったって何をどれぐらい飲んでるのかみんなわかんないじゃないですか、自分でついてるから。ちょっと何を何杯飲んだら酔っ払うかってやってみます。すごい体張るじゃないですか。いやでも楽しいから今日それは面白いよ。大村さんと飲んだら。それ行くか。じゃあやろうか。よし。酔うのあ、ごめんね、お姉さん。あと飲み物をね。もうだからコンプラに引っかかることを言い出すっていうことです。それ酔ってなくてもいいんじゃないですか。メガ角ハイボール。俺はこう書いてるから。書いてるから。でもだってレシート見たらいいんじゃないですか。大村さんだって酔っ払うもん。そうそう。脳の好きなだけ取ります好きなだけやっちゃいましょうよ。ありがとうございます。いただきます。失礼します。ありがとうございます。あ、お姉さん。はい。お願いします。失礼します。これもやし炒めのうん。水を使ってください。ありがとうございます。今回はお二方ウイスキーのみを召し上がるってこと？の方が分かりやすい。わかりやすいですね。いや必然的に2人にね、トミちゃん入るんでし私も入るんですか？うん。私本入ってみようじゃないんですけど。あ、じゃあやめとけ。ょ。調子乗ってる。この前大村さん来てくださった時に、いや東出君ね外食居酒屋とか行きたいって言ってくださったから、あ、こんな時こそ大村さん。あえて言わないでいろいろなお店を紹介しようかなと思って。じゃあもっといっぱいあるんですね。ありますあります。あわよくば東出君をこっちの人間にさせよう計画みたいな。うまい。いいでしょこれ。なぜ？なぜもやしだけどこんなうまい。ね。あ、ごめんなさい。全然大丈夫大丈夫。もっとついてればいい。多分僕が多分いろいろな僕以外も多分外食行ってると思うんですけど、多分僕は初めてここかな。うん、連れてきていただいた。ね。外食会今回3回目なんです。1回蕎麦屋。あ、信玄でしょ。うん。蕎麦屋はあるんですよ。あ、蕎麦屋が知り合いの知り合いがやってる店で、名前で。笛吹市オープンしたばっかなんです。裏やね。でそこに満を持しての外食会やって、昨日健徳さん登った後に、もうこれから飯作ってうんぬんってめんどくせえって言って信玄運動行って、で今日3回目。あ、本当？で6月は最後振り切ったって。敵屋やるんで。敵屋。お、そうなんですか僕？へえ、初めて聞いた。あ、9、10、11？そう、そこでもし来てくれるんであれば、まあ都合が合えばだよ。で、俺ら商工会でお店出してんの。はいはい。そこであわよくがいさせようかなと。へえ、なるほど。結構面白くないですか？面白い。いいですね。いともおかし。来れる？いけますね。おう。来れます来れます。僕が来れるかまでは分からんんだけど。なんだろう、その。でもそうですね、アフリカ行く前にね、ちょっとまとまってきた方がいいですよね。もう一回来たいですか。うん。来月。でも2、3週間。一緒に集まんないとさ。仕事、旅番組。すごいな。アフリカ？アフリカ。何があるか分かんないですね、人生ね。2、3週間前までアフリカ行くなんて話そういうほどもなかったんです。全く。それがなんかもうワクチンバチバチ打たないと出発に間に合わないみたいな。だから6月の前半はワクチン打つために東京とこっち行ったり来たりやるんです。それもあって9、10、11いるか分からんけどワクチンだけで30万とか。なんかまあ、よしてもやっぱり番組でだから旅行者
旅行者ってさ多分、はいそのなんだろう黄熱病とか、はいマストのワクチンを打てって言うんだけど、でも年には年をっていう作戦で行くんだと思うんだ。でもでもなんだっけ、ポリオ、日本脳炎、黄熱病、赤痢、老の狂犬病、うんぬんかんぬん10種類以上あんだ。うんただ全部は打ち切れないから期間的にっていうことで打てるだけ打って、これラー油とかちょっと垂らしてもうまいんじゃないかな。胡椒追加の料理始めてんじゃん。特製辛味噌、これはいい。味付けちゃってるなカセット今度持ってこいっての初めて。すいません嫌な客あるよ。だから彼出せる。そうだね、鍋やるもんね、ここね。いや俺すぐ使い出したもん。今日ようやく契約書を提出してで鍵をいただきましたありがとうございますこれが我が家の鍵です2個あんの？ 2本同じものでもそれ2本あるんだったら1本ずつ別のところに保管しんと2本一気になくすから。もちろんそれくらい分かってますよバカじゃないんだからありがとうございます。東野のひげ生やすのがすげえかっこいい。よせやい。後輩のやつがすごい。先輩だな血管バキバキの腕で。ファンの方のためにちょっとこれありがとうございますでも2個入れる？僕いつもハイボレモンサワーの時は半分しか入れないで、はいで中と炭酸頼むんだよ。中と炭酸中ってのは焼酎と炭酸を頼んで、でこれを入れるのはいで、これで一回飲んでみて味足りんかったら入れるから。はいそこそこ普通にこういうのじゃなくてチューハイと炭酸で割って入れるってことか。1個丸々入れると酸っぱくなりすぎるからそうだね。あでも今ちょうどいいかもしれないアジフライさソースでいい？うん全然。アジフライ醤油派のもいますよね。僕醤油ですね。だから昭和じゃないんですよ。おしゃれな子です。そうですか？でカレーソースとか入れない？入れる。入れるでしょ。うんカレーソース入れないです。ほら醤油とかマヨネーズ派ですか？何も入れない。なんで入れるの？なんで入れる多分東出君めっちゃ戦後の人だよ。俺うちの親父とかがカレーとか食ってる時にソースをめっちゃくちゃかけてて食ってうめえって思ってソース僕もねばあちゃんからカレー中のウスターソースかけなさいって言った。そうばあちゃんがライスカレーって言ってた。世代だよ。そうなのかな。ウーロン茶でいいですか？ノンアルコールはあれですよ。ウーロン茶です。ウーロン茶です。じゃあスマイルウーロン茶を一つ。はい。まだ大丈夫ね。でもう一個。あとスマイルで。優しいな。でもね、さっき思ったの低いのよ。そうだよね。もっとここだよね。要するにねじり鉢巻きっちゅうのはこう前髪を持ってくることに意味があるんだけど、彼はここにあるのよ。ここだよね。そこ引っかかったんですよね。いやだからさっきから思ってたの低くねえと。俺で「あかりんちゃん」って言ったら低くねえって思うだろ。まあまあ確かに。そうするとこう思って「あかりんちゃん」って言ったら「あなんか忙しいんだな」みたいな人が。でどっち派ですか？かりんちゃん的にこっち派こっち派。してもいいよ。ノンアルコールで酔っ払いが横にいる状況ってどういう感じになるんですか？僕は全然楽しいです。本当になんか楽しんでるなっていう。
客観視。いいなっていう。なんかさ、と思って、お手洗い行った時に、なんか前この店に違和感を感じたことがあったんですよ。で、今久しぶりにこの店のお手洗い行った時に、これだと思ったのが、ここ黄金ほうとうっていうほうとうが名物だって手書きのイラストがあるんですよ。桃太郎がいて、猿がいて、犬がいて、真ん中に青いキジがいるんですよ。でもね、手書きのイラストだからキジが青かろうがいいんですよ。ただキジと犬と猿のイラストにおへそが描いてあるんですよ。それ前見た俺。でもそれはお手洗いじゃなくてそこにもあるんですよ、あるイラストが。それ気づくのすごいわ。キジにへそはない。すごい言ってたな。めんどくせえ。すごい気になってるんだ。キジは卵なんだからへその方がないのよ。これそれ。あでもそれキジじゃないんじゃないですか。ペンギン。だとしてもへそはない。鳥類にへそはない。もちろん桃太郎は岡山だけど、瀬戸内海沿い、広島しかり岡山しかりで、香川とか瀬戸内海に面してるところって鬼のお祭りが多いんですよ。で民族、これ本の話なんだけど、民族学的にその狐とかさ、まあいろいろなもの、天狗とかそういうお祭りのモチーフはあれど、あそこの瀬戸内海沿いばっかり鬼が多いのは、ペリーだってさ、日本に来航した時になんか鬼みたいに言われたように、その瀬戸内海の潮流に乗って昔異国の人が来たらみんな人が来て、でその人たちを迫害したり逆に取り入れた時に、でも言葉も違うし身なりも違うし、で白人ってさ、日焼けすると赤くなっちゃうじゃないですか。だから赤鬼伝説みたいなのが生まれてっていうことがあるんじゃないかって。そうだよね。で向こうは鬼を退治するっていうのが桃太郎だけど、鬼に神楽とかみこしの先導に立ってもらうっていうお祭りが多いんですよ。鬼を敬う。だから渡来人とかよく言うけど、昔はね朝鮮半島からいろいろな文明をもらったっていうけど、もしかしたらそのナンパして漂流した白人がいろいろ教えてくれたっていうことで、文明が持ち上がったからって言って先導に立ってもらうとか、退治するばっかりじゃなくっていうのがあったのかなと。いやでも確かに一概にはそれはね正論かもしれないよね。だって昔の日本人戦国時代とかってなると、外から来れば妖怪とか鬼とかってそういう考えになっちゃうよね。酔った何杯東出さん、メガハイボール3杯。4杯目だよこれ。新しいのが来た。じゃあ4。なんか俺すごい出会えてよかったよ本当に。そうですよ。ここまで芸能人ってやっぱり僕から芸能人どういうふうに接していいんだろうってなるんだけど、東出君がそういうのを感じさせなくて、すごいちょっとやめてもらっていい？そのぐらいなんか本当に人間性がすごい。すごいなと思って。今すごいなって言われて悪い気はしないよね。すごいなっていうのはおかしいのかもしれないけど、いやー嬉しい。入ってこれる。俺も入れるし、俺が入れる。他には何かあります？
自ら聞きました。嘘ちょっと待って地獄だから僕の知ってる限りのことをやってあげたいし、知り合いを全部紹介したい。でもその中でやっぱり嫌いな人多分いると思うんだけども、でもそこは戦慄は東出君がやってもらえればいいし、すげえなんかね親近感じゃないけどすごい彼はねすごいなってすごいド S のめちゃくちゃごめんあんまね先輩面しちゃいけないんだけど、めっちゃいいやつ。いつもジョナタンと仕事やってるんだけど、会話で「今日東出君何やってんのかな?」とか言えるのよ。人間的に俺はまだやってる。それを紹介したちゃんとかカリちゃんでコロナでもそこを紹介してもらって、でもやっぱ東出君の仲間ってみんな多分こういう感じの人間しかいないんだ。いいやつ多い。そういや僕の仲間とかっていうんじゃなく、いいやつ。そうだから何でも話せるんだよね。それがねすごいと思った。それをきっかけで作ってきた東出君っていうのがすげえなと思って。こういうの何力って言うんですかね。ディレクターテレビディレクターの悪い、しかも安いクスが出てますよ今。変な話、プラスとかマイナスを考えてる人っていうのは多分ダメだと思うんですよ。損得ってことですか。損得感情で動いてる人だったら多分無理だと思うんですよ。でも損も得もなりなしで、だから人間力って言っていいのかな。でもね、そんなねカメラバッバッって振ったら視聴者酔っちゃうから。そうゆっくりしたの。そう人間味がねすごいあるんじゃないのかな。わかる。いや安いあいつ知った。こういうの伝わればいいなと思って僕も。いや全1個でしょ全1個でしょ。まあね。損得感情じゃないですか。スタートこそねお仕事が初めてお声掛けしてですから、やっぱ本当にねそれを超えた。そんないい話急にする？いやでもね、坂上さん超えてんの？いや超えてますよ。いや坂上さんみたいな、そう人はもっともっと一緒にスカイダイビングぐらいしないと。スカイダイビング？それじゃ超えないと思う。いや坂上さんの人間性を否定するわけじゃないんだよ。マジで冷静であるっていうことは美徳だから。坂上さんはねもっともっとねネクストサードレベルに行ってそのうち僕が鹿をバーンって撃って止めさせするときにしーちゃんよりも我先に生肉に食らいついてよくわかんないです。あれそれね今坂上さんじゃあ映像ましてっていうところを見たい。怖い。でもある意味面白いよね。昔の人間だよね東出君って。俺それ小学校と中学校の時に担任の先生に言われた。昔のガキン所だったって。そうでしょ。無邪気なんだよ、子供なんだよ。で子供って興味があるとみんな連れてくるじゃん。そこなんだよ。でもねそれ35だよ。いやでも違うその無邪気さがいいんだよ。だって35とか30代、20後半になるとやっぱ家庭を持ったり変な話ね、自分の生活ってすごいあると思うんだよね。それをどうやってプラスにするかっていう考えの人が多いから。でもそのプラマイがゼロだから、プラマイゼロっていうのはガキなんだよね。だからそのガキの子供
分け隔てなくみんなに付き合いたいっていう心をみんな忘れてるから、それ魅力はすごいあると思う。すごいと思う。褒められてる。いや、すごいと思うよ。すごいですその心はすごい。だから本当に原始人だよ。なんかマジで映画っていう文化が昔作られて120年前に作られて、映画俳優っていうものがあって、でメディアの発達とともに人がいっぱいテレビだったり映画っていうフィルムだったりで役者を見るっていうのはたった120年で、テレビだったら60年ぐらいなんですよ。でその中でスターと呼ばれる人たちもいた。でそのプロパガンダって言って政治の方向性を持ってった歴史もあった。いやいいから、ありがとうね。けど役者であったから幸せかどうかっていうのは全然違う話であって、その有名になったから幸せな生涯を終えたかどうかっていうのは違う話であって、いや俺役者だから、俺スターだからマジ全然他のかどうでもいいんだよねっていうのは両権が狭すぎると思ってて、僕の中で。でまず人類っていうか哺乳類もそうだし、命の営みっていうのはすごい長いわけだから、なぜ僕ら生きてるんだろう、生きるってなんだろうって考えた時に、役者っていう仕事に固執して周りの人たちとの関係性っていうのを遮断して、俺役者だからこの時代に生まれ落ちてどうやら人気あるらしいからって言ってるのって、そんないっぱいあるのにこれっぽっちの人生でいいのかって思っちゃうんですよね。じゃなくて自分が生き生きと生きれるってなんだろうって思った時に、なんかいろんな人の話聞かないと。で自分が20代の頃は万能感があったんですよ。自分はできるし分かってる、なんならすごいいろいろ持って自分はここに立って努力もしてると思ったけど、30代になっていや俺そうでもねえなみたいな、全然自分って分かってなかったんだって思った頃にこっちに移住して農家さんの話聞いたり漁師の先輩の話聞いたり、いろんな人たちのいろんな話聞いた時にめちゃくちゃ自分ってこんなことも分かんないんだの連続だから。大村さんと電気の話したことない。大村さんは電気屋さんだから、だから俺電気なんて分かんないんですよ。アンペアだったり電極だったりなんだったり全然分かんないけど、でも分かんないことの方が多いから、自分は役者だからっつっていたけだかに上から下を見るみたいな、そんなん全然人生が面白くないですもんね。確かにそう。役者やってるんですか？役者やってるんですか？私？確かに吉田さんって何されてるんですか？それもうでかい声で言って僕は役者です。それって気づくのが多分早かったんじゃないかな。20代の頃は確かに俺バリバリ頑張れますって今の若い子30代になってもそれって気づかないんだよね。いやなんか役者って人気商売じゃないですか。でどの業界においてもエアコンの取り付け業者さんにしろ、墓石を売る業者さんにしろ、中古車の業者さんにしろ、みんな人気商売で相対的な評価、A、B、C の業者があったらお互いがお互いを比較すると思うんですよ。それはある、それはね、会社の業績としてそうだね、これは大事。役者もすごい。でも役者っていうのは企業じゃなく個人事業主で、そうだね、企業同士のその競争ではなく、一個人同士の競争っていうのがすごいあるわけです。それの中であいつの方がでも自分だって頑張ってるしなとかいろいろ考えて個人で競う限りは、要するに会社に骨をうずめるじゃないけど、会社のためにって言ってる時に自己の幸せってないんですよね。業績がそっちより上回ったっていうのは数字的な意味で自分の実人生がどれだけ幸せかっていうことは
考えてる余裕がないからみんな競い合うけど、それが資本主義だし日本社会だけど、役者っていう仕事っていうのはそのって競い合った時に忙しく仕事をするっていうのはみんな押し並べてそうだけど、自分が幸せかっていうことは考えられないぐらい忙しいんですよ。そっかそっか、そうだね。多分どの業種もそうなのが日本のそうだね。社会だと思うんだけど、でも幸せってなんだろうって立ち返った時に ABC の企業にいて、他の企業よりもより働くとか他の企業よりも給料をもらうとかいうことじゃなくて、この前坂上さんがカメラ回してる時にそんな一幕はあったけど、僕は最近靴下が穴開いたら縫うんすよ。言ってた。それ言ってた。確かに言ってた。靴下、新しい靴下を買い替えられることが幸せなのか、縫う時間があるのが幸せで、で縫った靴下ってグズグズになるんだけど、なんかよしこれ履こうって元気になるんですよね。なんか忙しく働くっていうことではなく、物を大事にしながら自分でリペアする。でその時にリペアして坂上さんの前で縫ったっていう思い出もあったりすると、より靴下がね、そうそう、思い出だよね。だから忙しく働きすぎなのかなとか考えたりする。みんな ABC の企業で競合しすぎてんのかなとか、資本主義ってきついんじゃないかなとか。広瀬君は多分昔の人間なんだろうね。もう本当にごめん、昔の戦争やってるお母ちゃんお父ちゃんとかって物もったいないってなる。そう縫うっていう縫ったことによってありがたみを感じたりとか、それはね多分ね考えられる30後半の人いない。すごいよね。いやでもすごいって言われて悪い気はしないんだよな。無ジャブかな。俺らにはできないことを体験してるし、でほらセッションもしてるし、そのね、すごいですよ。セッションのやっぱ趣味でやってる人ってただ打ってそれで殺してその山で打くっていう人が多いから、それちゃんと食ってるし生きるため。すごいなと思って。いや生きるためになんて大行のものじゃないんですけど、でもなんか今日道で引かれたあの子食えなかったらって考えたらずっと気分重かったんですよ。なんか自分が取るのは打って刺して山から下ろすのは食える自信があるから、だから食えないこの子をどうやったら食えるようにしても、いくら手を尽くしても食えなかったらこの子の死んだ意味ってないと思って、でだから1回目湯がいて2回目湯がいた時にでも匂いがあった時にいやーと思いながらすげえ嫌なんですよね。でセッションとかに興味があるんじゃないかな。俺すごいもうそのロードキルとか言ってるんだけども、でも大体の人ってここにタヌキが踏んでる子をよけてとかなんだけども、でも実際多分この命をどうやって自分にとどめるかっていうのを考えてきゃ食べて供養とか。いや僕はそれは分かんないんだけどな。すごい。でもねそれはねすごいと思うんだよ。僕は供養っていうのはその漢字で変換されるように仏教的な精神なんですよ。そうだね。で西洋の、ユダヤ教キリスト教には供養っていう言葉はなくて、西洋の新約聖書旧約聖書っていうのは家畜は人間の創造物でありとか、その人間主体で書かれてるんだけど、東洋の仏教とかっていうのはまず物を殺しちゃダメ。そう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 。でも殺すには理由が必要。でも
どうやら食うしかないんだけど、でもその中で人間って生きてる限りはマジで生き物殺してるんですよ。そうだね。車で走ってたらああやってアナグマを引く。そうだね。で自分たちの関与しないところでその農作物を育てるためには有害鳥獣っていう鹿イノシシを殺すし、ここをきれいにして畑のためにって言って除草剤をまいたら除草剤を踏んでペロってその手を舐めたアナグマやテンやイタチは死ぬ。リスだってやばい。で農薬があれば農薬を踏んづけて顔を洗ってる猫は死ぬ。人間の都合って昆虫も殺すし、レイチェル・カーソンの沈黙の春みたいにめちゃくちゃ殺してるのに殺してないつもりになってる人はすごい多い。確かに平気でね。そうだって帰って普通にこうやって殺したらね、その平気になっちゃうもんね。平気になっちゃわないと精神が追っつかないから。でそれをさ、いつ気づいたのそうなの？僕は10代の時から経済成長っていうのと人間の幸せっていうのは比例しないのかなっていろいろ本を読んで考えてたな。そうだ、すごいな、そんな。でも学者じゃないからでも自然界のなりわいとしてはそこのループは回ってるよね、東江君の意見って。で僕はその共産主義とか疑似共産主義とか資本主義とかで政治畑だと民主主義社会主義、まあいろいろあるけどイデオロギーはあるけど人間は小難しく考えて、でヒトラーっていうのがナチスドイツを率いた時にヒトラーしかいない、ムッソリーニがイタリアを率いた時にファシズムっつってムッソリーニしかいないって思っても100年も経たないであいつらはクソだったっていうじゃないですか。社会を率いてたあいつらはクソだった。毛沢東っていう中国の人が大躍進運動っていうのをやった時にたった40年でクソだったっていっぱいの餓死者を出してクソだった言うけど、言う人間って人のせいにするけど野生動物っていうのはてめえの責任でてめえで食べ物探して生きながらえてんだから人間よりよっぽどタチがいいなと思って。そうだね、素直だね。生き様っていうのはあるんだね、あいつらね。で野生動物を山で見ると綺麗なんですよ。こんな山の背に乗って疲れた顔してるおっちゃんおばちゃん、僕ら同年代とか重いランドセル背負わされてなんか無理やり制服を着てる小学生よりも野生動物の光を浴びたところの山でたくましく生きてるのって神々しい。神々しいし、なんで人間ってこうなっちゃったんだろうって思うぐらい、なんか美しさっていう一つの判断基準で考えると人間はなんか違うんじゃないかなって思う。